ハロー、時と音羽よ。最初に言っておくわ。字幕が必要な場合はボタンを押してね。日本語と英語に対応しているわ。さて、今日は杏のつぼみ第2話を語るわよ。出先で急な雨に降られた経験あるかしら。きっとあると思うわ。そういう時に限って傘を持ってきていないのよね。今回はそんな状況から始まるわ。庁舎を出た瞬間、湿った風が肌にまとわりついた。空を見上げる。雨だった。今日の仕事はひどかった。書類の記載ミスを主任に指摘されて、午後は市民からの理不尽な苦情の応対。あちらは感情的にまくし立ててくるのに、こちらはひたすら説明に徹するだけ。理解されないまま頭を下げ続ける時間ほど心がすり減ることはない。疲れた。もう何も考えたくない。でも傘がない。天気予報は見てた。午後から雨だって知ってた。でもきっと支度の時にはもう上の空で、心も体もすり減ってたんだと思う。うなだれたままため息をついたその時、りっちゃん。聞き慣れた少し間延びした声がした。いっくん。見上げた先で彼が傘を差して立っていた。その表情はいつものようにつかみどころがない。だけど目元だけがほんの少し笑ってる。迎えに来た。雨降りそうだなって思ったから。どうしてって思ったけど口には出さなかった。代わりに少しだけ語気を強めて返す。なんでわかったのよ。りっちゃん、傘忘れてそうだなって思ったから。図星。悔しいけど否定できない。全部見透かされてる気がしてちょっと腹が立つ。でも本当に腹を立ててるわけじゃない。これ使って。差し出されたのは彼が今差している傘だ。それ。俺は濡れて帰るから。はあ？何を言ってるんだろう。頭がついていかない。呆れて見つめていると彼は真顔だった。どうやら冗談ではないらしい。バカなの。二人で入ればいいでしょ。思わずちょっと大きな声になった。彼は少し驚いた顔をして、それから小さく「はい」と言って傘を持ち直した。彼の隣に並ぶ。肩が少しだけ触れる距離。歩き出すと雨が傘を叩く音が妙に耳についた。足元を見ながら歩くふりをして彼の横顔をちらっと盗み見る。相変わらずの表情で前を見つめているけど、耳がほんのり赤い。それがなんだかおかしくて少しだけ口元が緩んだ。すると彼がぽつりとつぶやいた。りっちゃんってやっぱり優しいよね。優しい。一瞬歩みが止まりそうになった。私が優しい。そんなこと言われたことなかった。いつも言われるのは真面目、固い、融通が利かないとか、そんなのばっかりだったのに。誰に言ってんのよ。声がうまく出ない。顔を見られたくない。
多分赤いから。りっちゃんに決まってるじゃん。平然とした声。それが妙に腹立たしい。こっちの気持ちの何もかも見透かしてるくせに。分かってるわよ。強がってそっぽを向く。でも多分この照れ隠しすら彼にはバレているんだろう。年上の私が年下の彼に完全にペースを握られてる。手玉に取られてるみたいでちょっとだけ悔しい。でもほんの少し雨足が強まればいいのに。そんなことを思ってしまった。前回も思ったけれど、何なのかしらね、この二人は。ところ構わずイチャイチャして。別に羨ましくなんてないのよ。ただもう少し人の目を気にしてもいいと思うの。私だけかしら。さて、語り小屋にはサブチャンネルもあるわ。よかったらそちらも見てね。それからこの物語の小説版や動画で使われた台本がテキストで読めるわ。詳しい内容は概要欄をチェックしてね。それじゃあ次の動画で会いましょう。またね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価、コメントをしてもらえると嬉しいわ。私たちの SNS は概要欄に載っているから、よかったらチェックしてみてね。高辻さんの小説版テキストもあるから、そちらもぜひ読んでみて。それじゃあ次回の動画まで。ごきげんよう。